こんにちは。こんにちは、皆さん。皆さん、こんにちは。今日は特別なコラボで、私、ハリボイと申します。私はニキレと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は何について話しましょうか。いや、本当に、今にいる場所は、歌舞伎町って言うんですけど、そうですね。まず、その存在、説明したいと思います。結構独特な場所。そうですね。東京で新宿のも、すごい、日本人の友達には絶対行ってほしくないなって言われるような場所なんですけど。逆にそれ言われたら、絶対行きたいと思うから。そうですよね。行っちゃいます外国人って大体みんなこう行きたがりますよね。行っちゃあかんって言われたら絶対行くわって。行ってやるわみたいな感じなんですけど。それで私も今日、ハリーとこっちに来てます。てか私の事務所とか、会社は新宿だから、でも歌舞伎町ってめったに来ないから、今日、ハリーボーイに歌舞伎町でコラボしようって言われたんで、こっちに来ました。はい。普通に楽しみによく行きますけど、そうですね。まあ、特徴といえば、いろんな、社会の、底に住んでる人間が、そうね。結構ここに集まったりし、まあ、それ以外と、すごいファッション、ホスト系のファッションとか、時代系、ロリ系のファッション、結構、歩いたりするのを、まあ、見かけるので、結構面白い場所。そう、風俗もあるよね。風俗まで。普通に風俗あったりとかして、キャバクラあったりして、で、ホストクラブとか、もう普通にメイドカフェとか、こう揃っておりますんで、もうめっちゃ、普通にどこでもあるような場所ではないから、ちょっと特別って彼が言ったように特別な場所なんだね。独特な場所。うちらもちろん風俗行けないんですけど、道でキャッチに誘われます。いやもう、言われたこと一回も今まではなかったんだけど、今日さ、彼のこと待ってたんだから、で、待ってるうちに普通に携帯触ってて、まあ、ブラブラしてる時に、何回も、てか、外国人とか、彼は私に聞いたんだけど、ナイジェリア人の方が、声かけてくれたんですかって。いや、ナイジェリア人じゃなくて、もう普通に日本人が、すいません、すいません。最初は英語で話してくるんだけど、その後、マッサージしますか？セックスマッサージねみたいな感じで言ってきてさ、いやいや、俺興味ないんで、で、次はまた一人が来て、で、マッサージしますか？セックスマッサージとか。で、そいつが携帯出して、ほら、この女の子ですよみたいな感じで、裸の写真見せてくれたんですよ。見せてんの？そう。裸の写真見せて、何これみたいな感じになっちゃって、いや、本当に大丈夫で、大丈夫ですからみたいな感じで言ったら、で、それでも、いや、一回聞いてください、安くしてあげるからみたいな感じで、いや、俺外国人に興味あるって、まあ、ふざけるためにね、言ってみたけど、で、いや、外国人も揃ってますよみたいな感じで、ふざけんな、お前。用意してんだ。そう、用意してんだみたいな感じで、びっくりしたよ、本当に。何人欲しいってみたいな感じで言われたんで、今日めっちゃびっくりしてんですよ。安くしていけるって絶対詐欺入ってからいっぱい追加料金かかると思いますけど、よくわかんないけど。そう、それあるな。絶対それある。私の経験では、結構フレンドリーなので、たまに話しかけられたら、まあ返すよ。普通にヘローみたいな。そうですね。そう、一回キャッチって知らなくて、普通にフィリピン人っぽい人に声かけられて、ヨーワッツアップみたいな、喋って、うちの店来ないってもちろん言われました。なるほど。友達として行ってみようかなと思ったんだけど、実際一緒に、行ってそのお店まで行ったんですけど、彼の店の説明は、ビキニギャルズバー。やばいね、それは。俺の想像の中では、若い女子が、20歳ぐらいの女子がビキニでめっちゃ美人みたいな、想像さならまあ様子見しようかなと思ったんだけど、入ってみたら、40代の、いや、おばあちゃん。東南アジア、外国人、あるいはロシアっぽい、塾長みたいな、ビキニで見たくない、やばいな、持ってる人いっぱいいたんだ。やばい、それ。これあれじゃないですかね。なんだろう、あれ。自分の友達じゃなくて、元同僚が言ったりとかしてたんですけど、ストリップクラブとかよくあるんですよね。ストリップクラブでも言ったと思うけど、言ってたんですか？多分言った。そう。めっちゃ、だからまあ、いい場所って言えばいい場所なんですけど、でもそういう変なところもあったりとかするんだよね、歌舞伎町って。そうだよね。キャッチ、よく声かけられますけど、やばくないと思うんだけど、多分、話を飲み込まない方がいい。そう。一回体験としては行ってみようかなって思えば、あんたぼったくられちゃいます。もうそれは、1ヶ月分の、
なんだろう、給料がもう一気で飛んでいっちゃいますからね。そうそう。そう。そう、みんな気をつけましょう。そう、気をつけてください。でも、東宝シネマズ前っていうところがあって、なんかみんな自由に集まれる場所があって、あ、そうですね。それで、トー横キッズという、うん。なんか組があって、それ何かと、なんか家出した結構若い、うん。なんか子供の集まりみたいに。そうですよね。結構みんなメンヘラってるか、っていう感じがするんだよね。メンヘラっていう感じが俺もするし、なんかもう、普通に、まあ、それってなんかここの印象が悪いっていう感じではなくて、日本とか東京とかの印象を悪くしてるっていうわけではないんですけど、ここだけが、なんか普通に、薬をやってる人たちも子供がいるんだよ、普通に。そう本当に。で、なんかこう、今日、自分の先輩に、友達に会いに、歌舞伎町に行くって言ったら、そこは気をつけといてね、みたいな感じで言われて、で、その悪い大人が、子供の、もう本当に、僕みたいな、こう、20歳とか19歳ぐらいの、子供とかに、薬やれって言って、で、やらせてから、セックスさせる。それやばい。そう。間接的にレイプじゃん、みたいな感じで思ったのよ。あこれ普通にレイプじゃん。でも、日本ではそれをレイプって思ってる人もいれば思ってない人もいるから、もう、その子が、まあ確かに、薬を飲んでたっていうこともあるし、だけど、その時に、エクセプトしてたんだけど、強化ありでやったわけだから、それでレイプには入らないっていうふうなことも、まあ、先輩に言われたんで、ちょっとびっくりしたんですよ、本当に。それはまあ、トヨキッズとか結構、まあ、習いやすいっていうか、弱い立場にやるので、そうですよね。多分、そういう犯罪を起こしても何もならないと犯人が思ってるじゃない。そうだし、そう。プラス、なんでみんなこれを普通に思ってんのみたいな感じが俺よくするんだけど。あだけどさ、ここさ、10分歩いたら、あ。手こき専用っていう店があるのよ。手こき。手こき専用の看板がこんなでかい看板で、手こき専用って書いてあるからさ、そんなん子供見てるし、そんないいのみたいな感じで思っちゃうじゃん。でも、みんなそれを普通って思って、まあ普通って思ってるかどうかわかんないけど、でも、その政治家っていうか、その日本のガバメントとかが、それを何も、なんかこう、制限しようとしないし、やめようとしないし、対策もしないから、それなんだろうなと思っちゃうんですよね。その裏社会お店は、なんか、まかり通ってる、何も制限かからない。みたいな感じは、なんか日本社会の二極端的なところだと思いますね。だよね。そう。日本社会ってめちゃくちゃ厳しいっていう感じがするじゃん。普通はね。そうそう。でも裏側はちょっと変だよ。裏側はちょっとなんかこう、いくらやばいことやったって、捕まれないとかっていうのもあるから、それまあループホールがあるかもしれないし、よくわかんないけど、みんななんかヤクザ関与してるから、それ関係してるかもね。関係してるから、そういう風になってるって言うんだけどね。どうかな。ヤクザさん、この動画だけは許してくださいね。そう動画で私たちを誘拐とかしないでくださいね。うちら誘拐されたら、なんかどうなったかもやばいかもしれない。マジでわかんないから。日本の法律もそんな分かってないし、もうやばいことになるし。だからね、もう本当にこっちに来て喧嘩をしてしまう外国人もいるし、それさ、やばいことになるし、なんでかというと、今、まあこの間ね、私の知り合いではないけど、もうベトナム人の、一人が、なんかこう、酔っ払ってるおっさんに、こう、押されてさ、で、まあ自分のセルフディフェンスのために、そいつもちょっと押したんですよ。ただ押しただけで、そのおっさんが警察官に行って、そいつを逮捕してもらって、で、そいつが2ヶ月ぐらいも、今、こう、刑務所に行ってきたんですよ。もう、ジェールにね、逮捕されて。本当に悲しい。そう。だからもう外国人だから彼が説明しようとしても聞いてくれないのよ。そもそもね。なんか外国人がなんか悪いことがあったら、日本の警察は聞いてくれない。それは一つ。だからそもそも、なんか間違ったとしても、間違ってないとしても、謝っちゃうのが無難な方だと私は思ってます。まあ、それはみんな、考え方それぞれだと思うし、自分は間違ってないのになんでお前の前に謝罪しなきゃいけないのみたいなことを考えてる人もいれば、まあ、良くないことになってほしくないから謝罪してあげようっていうふうなことを考えられるね。本当に謝罪
謝罪だけで解決する文化はあるので、そう。だからあればそれした方がいいんだけど、本当に最初からそういう喧嘩全然関わらない方がいい。本当にこれ何回も話聞いて変わるんだけど、なんか日本語の喋れない外国人がここに聞いて、何か誰かを助けようとしたんだよ。そうこともあって、あるあるある。結局、普通にあるね。裏目に出ちゃう結果が多い。いやーもうめちゃくちゃある。なんかある時さ、俺子供が倒れてるんだから、そいつを助けようと、なんかこう、大丈夫って言おうとしたんだけど、そいつの親が俺をめちゃくちゃ、なんか、お前なんで私の子供触ってんのみたいな感じで言ってきて、いや、触ってなんかないから、ただこいつが転んでるから、大丈夫かって聞いてるだけなんだけど、あんたら外国人ねみたいな感じで言ってきたんだよ。やば。マジわかんない。クソムカつくって思ってさ、お前らの子供やったら、じゃあ、ちゃんと世話しろよみたいな、ちゃんと面倒見ろよ。なんでこいつが道端で倒れてんのにお前何にもしないのみたいな感じで思ったんですいや、言えないじゃん。言えないじゃん。外人やから言えないじゃん。言えないよね、でも。言うたらめっちゃやばい。さっき言った私たちが話してたやばいことになるから言えないけど、でも、あるよね、そういうことって。普通に、この間つい最近のことだけど、俺が、金曜日さ、まあ、居酒屋でワイワイして、で、そっから帰ってる時に、なんだろう、駅出た時に携帯いじりながら、まあ家帰ってたんだけど、みんなさ、左側歩くじゃん。で、右側におじさんが、自分の自転車をこう、歩きながらただ持って行ってるんだけど、俺がスマホをいじってるから、そいつがそのことがムカついて、なんか気に食わんかったかもしれないけど、自分の自転車で俺をこう突っ込んできたの。突っ込んできて、こう道全然空いてんのに、なんで突っ込んでくるのみたいな感じ。で、俺の足にバーンって自分の自転車を当てて、で、めっちゃ痛いし、お前なんなんおじいさんみたいな感じで俺言っちゃったのよ。目ないのお前。って言ったら、なんか逆に怒ってきて、すいません。だって見てなかったでしょ。スマホいじってたでしょみたいな感じで言って、俺さ、その時どうすればいいのかっていうことを今ちょっとみんなに教えてあげたいんだけど、俺携帯出して、で、録音し始めたんですよ。録音じゃなくて録画し始めて、で、何言ってたんですかみたいな感じで、さっきさ、そういうことしたんでしょここに、セキュリティカメラもあるし、監視カメラあるから、そこでもまあ、確認してもらえることができるし、で、これから、警察に行こうみたいな感じで、警察官に行こう、報告するからね、みたいな感じで言ったら、あそこで看板あったのよ。自転車に乗っちゃいけない。でもそいつが怖がって、すぐに自転車乗ってもうめちゃくちゃ行ったんですよ。だから、もうスマホがめっちゃ力持ってる。もうカメラね。カメラで、あんたが何をやってるかっていうことをみんなに見せてやるよね、みたいな感じで言うたら、多分、向こう側ね、ちょっと怖がって、そんなことしないかもしれないっていうことは、ちょっとその時思ったんですよ。すごくいい反撃の方法。そう。なんか自分も責任取りたくないから僕は。でしょ？それ怖がってるじゃん。てか、証拠あれば、ちょっといいかもしれない。めっちゃいい。証拠に残しといてください。なんかあったら、すぐに携帯出して、いいよみたいな感じで、もう取ってやるぞみたいな感じでやったら、多分、セーフかもしれない。でも、この話聞いて、本当に面白い。なんか、前に2、3回ぐらい気のせいかなと思ったんだけど、本当に普通に歩きながら、なんか自転車乗ってるおじさんが急になんか、そう。なんか、すんだよね。なんか、気のせい。だからぶつかってないけど、なんかメッセージを送ってるかなと思って。そうね。それなんか、おじさん自転車腹現象と言いたいんです。なんだろうな。わけわかんない。そう、多分そうかもしれないし。てか、普通に日本人だって触ってるじゃん。でもやんないのよ。それ外人差別に過ぎない。俺よくある話、なんかまあ営業やってた時期があって、その時まあインド人のもう一人の友達とめっちゃ静かに営業のこととか、まあお客さんとこういうことがあったっていうことについて話してたんですけど、電車の中でね。でめっちゃ静かで話してて、でだけど周りに高校生の女子高生とかがめっちゃギャーギャー笑ったり話したりとかしてんのに。うるさい、めっちゃうるさいって自分たちも思ってたんだけど、こんなうるさかったら私たちも少しぐらいは話してもいいんじゃないみたいな感じで思って、で、友達とめっちゃゆっくり話してたんだけど、あるサラリーマンが私たちの前で、黙ってろみたいな感じで。もう。いや、言い方さ、もしそれが迷惑やったら、静かにしてくださいとか言うんだったらわかるじゃん。
普通に。丁寧な言い方めっちゃあるのに、なんで黙れって言うのそうって思うじゃん。もうちょっと礼儀正しく話せよみたいな感じで思うし、あんたらたちが、まあ私たちが日本語勉強しようとし、勉強してた時は、日本人がめちゃくちゃ優しいし、礼儀正しく話すとかってめっちゃ学んだのに、ここでは違うなって思っちゃってさ。でもその反面にはさ、なんか日本人はうちら外人だから、敬語とタメ口の違いわかんないと思って命令形使うみたいな、俺も仮説なんだけど、まあ確かに。逆にまあうちら、まあ日本語もペラペラなので、本当にその違い、心で感じますよ。感じるし、てかまあ日本語分かってなくても少しぐらいは、いや黙れよみたいな感じで言ってほしくないね。言われたくない普通に。そう、言われたくないし、いや言うんだったらその女子高生に言えよみたいな感じで思ったのよ。で、俺がもうその時腹立っちゃってなんて言ったのみたいな感じでめっちゃ怒って、まあそんなことをしてほしくないんだけどね、みんなにしてほしくないんだけど、俺腹立っちゃってめっちゃ怒って、なんでそんな丁寧に話せばいいじゃんみたいな感じで、てかそこめっちゃギャギャしてんだけど、なんで言わないのみたいな感じで言ったら、そいつがジーってなっちゃって、もうその電車の中がシーンってなっちゃって誰も話してないみたいな感じで、いいことに隣に座ってたおばあちゃんが、肩を持ってくれたんですよ。で、やっぱり彼らが言ってる通りだね。私、すごい隣に座ってて全然気にならなかったのに、あなたたちが外人だから、外国人だからそういうこと言ってるんでしょみたいなことを言ってくれて、うわ、助けてくれた、ありがとう。そう、ヒロおばちゃんみたいな感じで思ってさ、めっちゃ助かったってなって、で、そいつがそっからちょっと、これがちょっと逆効果になっちゃったなって思って、違う車両に行こうとしてた時に、いや、謝罪しないで行こうとするのみたいな感じで思って、めっちゃカッとなってたから、こう肩をポンポンして、あんたがやってるの今外人差別やから二度とやんなみたいな感じでかっこよくつけて言ってあげたら、それでもまあ謝罪はしなかったけど、自分の気も済んだみたいな感じ。ちょっと満足した。で、そいつ、そう。ガッツだわ、それ。そう、だから暴力してはいけないんだけど、言える放題だから。言うことは言える。言いたいことは言ってあげてください。もう本当にストレスを抱えるよりかは、まあやっぱり言っちゃえばいいと思う。そう。そうね。もう殴ることはできないから。そう。そうね。なんかこういう経験ってあるんですか？いや、何回も新幹線でなんか外人グループで友達いるじゃん。いるね。いや、なんかワイワイでもなくて普通に会話して、なんかおっさんが、喋っちゃいけないですよ。そんなに失礼じゃないんだけど、本当に気にするもんじゃないかなと思って。たまにバーでも、みんなワイワイしてるグループあるじゃん。大体9割日本人グループでみんなワイワイしてる。なぜ私のテーブルに店員さんが、ちょっと静かにしてくれないんですかみたいな。バーでもこんなことあるの？ハブとかでそんなことあるわけないでしょって思ってたんだけど。なんか先週ぐらい。てか、居酒屋とか、ハブとか、クラブとか、バーとかって、ワイワイするところじゃん。そう。そして、その上に、俺の友達、なんかみんな外人だけど、いや、なんかさっき3万円ぐらいでショットとビール、なんか、買ったからこそワイワイしてるけど、なぜ静かにしてくださいみたいな。いやー、それ以外やな、マジで。だって、めちゃくちゃ居酒屋言ってる私には、見たことないね。だってみんなワイワイするためにそこ行ってるでしょみたいな感じだ。外ではできないし、お家の中は近所迷惑になるし、どこでできるのみたいな感じになる。バーでしょ。そう、バーだからさ、そこではするために言ってるわけでしょみたいな感じで思っちゃうし、いや、それを以外やな。それはさすがに、もうびっくりする。いや、もう、今すぐ出ていくわ、みたいな感じで。お前ら何やってんだろう、もう。まあでも、マジで、こういうことを言ってみんなに日本はこういうことがありすぎるとか、日本ではこういうね、カルチャーが普通にやるっていうことを思ってほしくないし、めっちゃいいところもあるじゃん、日本ってね。だからもちろん、これ、そしてこの事件、そんなにない、まず。そう。まずはそんなにないし、アメリカとか行けば、インドとか行けば普通にやるぐらいのことなんだけど、日本ではめったにないから、こそ私たちが今ここで話してるわけなんですよね。だからまあ、楽しむところはいっぱいあって、で、なんかこう、日本人はみんな失礼なわけでもないし、日本人の友達とか先輩とかもいっぱいいて、みんなめっちゃ優しいし、なんかこう、国際的な友達がみんなめっちゃ欲しがってるから、もしこっちに来ていたら、なんか、英語を学ぶためっていうか、なんかこう、
めっちゃ仲良くしてくれるじゃん。まあそれ、理由は何でもいいけど、めっちゃ仲良くしてくれるし、だからまあ、日本人の全員がそういうことを考えて、そういうことをやってるっていうわけではないっていうことをみんなにちゃんと思ってほしい。勘違いしてほしくない。渋谷とか歌舞伎町、うん結構日本人と外人が交流できる、なんか路上の場所にもなるので、本当に楽しい、気さくに誰でも声かけるみたいな、まあ自信が持てるようになる、本当に。そうね。特に渋谷、すごく楽しい。なんかコンビニの前でみんな話したりして、友達になって飲んだりして。そうだよね、やっぱり。夜の渋谷ってそんな感じだもんね。そんな感じ、本当に。そう。まあ、あんた自身が良くないことさえしなければ、まあ問題なんもないと思うね。何の問題もないし、逆にいい経験はいっぱいできると思う。風俗以外にもね。風俗以外のいい経験もいっぱいありますから。そう。まあ我々は経験ないんだけどね。そう。あるかもしれないけどわかんない。ないないならいい。ないならいいけど。俺は道のナンパで大丈夫なので。そうなんだ。ナンパはちゃんとしてるんだ。まあもう卒業した。卒業か。道インタビューに卒業した。あ、確かにそうだもんね。似てるようなもんだけどね。インタビューってナンパみたいなもんだもんね。そう、ナンパで訓練してインタビューに卒業した。そう。どうなの逆じゃん。俺、インタビューで訓練してナンパしたかって思ってたんだけど、逆じゃん。それはハードル高いな。最初からナンパって。すげえ。一つある。本当に日本に来て、日本の素晴らしさを経験してほしいんですけど、一つしてほしくないことがあります。何でしょう？その路上でマリオカート乗るサービスは、ちょっとうざいんですけど。なんでうざいのもう本当に何回も見てきた結果で、いや、これ外人として恥ずかしいわって。俺もやりたいと思ってたんだけど。いや、本当に、さっきこれ行く途中に見ちゃったので、またかいと思った。いや、でもめっちゃいい経験になるんじゃないかなと思うんだけど、俺免許ないからやってないわけだよ。そう、なんか免許必要ないし、ちょっと。免許必要だよ。必要なの？免許必要だよ。そうなの？そう。免許さえなければそんなこと危ないことさせるわけないでしょ。マリオカートのオーナーにちょっと怒られるかもしれない。免許は必要。そう、国際免許さえあればできるんだけど、私免許持ってないから、まあ今までやった経験ないけどね。まあちゃんと運転すれば問題ないと思うけど、もう自分の国だと思って日本ではもうふざけた運転とかしてるんだったらそれはもうやめてほしい。そう。でも可愛いじゃんあれ。いや最初の2、3回目ぐらいは可愛い何これかなと思ったんだけど、もう100回目になればまたマリオカートの外人か。まあ同じ外人がやってるわけじゃないからさ。そうまあそれそうまあそれみんな一回体験のためにやってるからまあいいんじゃないかなと思うんだよね。だってマリオカートのそのビジネスのオーナーって損しちゃうよそれ聞いたらマジで。苦情が来るかもしれない。お前ら何やってんのみたいな感じで。そう、全言撤回、マリオカート楽しそうです。はい。じゃあね